こんにちは。エンジョイハイドロポニクスです。今回はこれまで水耕栽培に使っていた収納ボックスを回収する動画をお届けします。これまではダイソーで購入した洗面台のくるくるゴミガードが設置できる穴の大きさでした。穴は主にハンダゴテを使っていましたが、容器を溶かす時の匂いが苦手でした。カッターを使って四角に切り抜いたこともありました。電動工具を使って穴を開けたこともありました。今回はダイソーで購入した 70ml クリアカップが収まる大きさに穴を広げる作業を行います。70ml クリアカップの外周の型を取ります。直径を測ると約 5.3cm でした。ダイソーで購入したコンパスカッターを準備します。切り取る円の大きさを確認するため、試しに直径 5cm の円を切り取ります。外周約 5.3cm のクリアカップが抜け落ちないか確認します。ちょうど良い大きさでした。新品の収納ボックスで作業を行う場合は、必要な穴の数だけ牛乳パックを切り抜きます。切り抜いた牛乳パックを置いて位置決めを行います。収納ボックスの上蓋にキリやペンなどで円の中心部に印をつけます。映像は作業のイメージです。話を戻し、穴の拡張作業を行います。収納ボックスの穴と切り抜いた牛乳パックの中心をだいたい一致させます。位置が決まれば収納ボックスの上蓋の裏側にテープで貼り付けてずれないようにします。
コンパスカッターで収納ボックスの上蓋に直径 5cm の円を描きます。この後の作業がやりやすいようにコンパスカッターで軽く溝を作るイメージです。残り4箇所も同じ作業を行いました。プラスチックカッターと普通のカッターを準備します。2種類のカッターで直径 5cm の円を切り取ります。溝が浅いうちはカッターが滑ることもありますので注意が必要です。カッターの刃が引っかかった場合は無理せずその箇所を飛ばして作業を進めてください。この円の切り取り作業は省略や早送りをせずお届けします。作業中の動画が長く感じた場合は早送りかスキップをしてください。穴を大きくする理由はベランダでも水耕栽培ができるようにするためです。ベランダでは強い風が吹くこともあり、深さのない洗面台のゴミガードでは栽培が難しいと感じました。右上の映像はプラスチックカップを用いた水耕栽培ですが、強風にも耐えることができました。
上蓋の裏側を見てみます。白い線が見えますので、上蓋の表面がかなり削れてきました。ここまで削れたら普通のカッターで切り取ります。一つの穴の切り取り作業を終えました。クリアカップもしっかり収まります。残りの4つの穴も切り取り作業を終えました。クリアカップが収まるか確認を行います。問題なさそうですね。ハイドロボールの入ったクリアカップもしっかり設置できました。ベランダで使用する場合は収納ボックスにアルミロールシートを貼り付けます。収納ボックスを太陽光の紫外線から保護することを目的にしています。今回はセリアで購入したシートを使用します。収納ボックスの上蓋の大きさにシートを切り取る作業を行います。上蓋の穴と同じ大きさにシートを切り取ります。シートを上蓋に貼り付けます。
収納ボックス本体用にシートを高さ 11cm に切り取ります。収納ボックス本体にシートを貼り付けます。ベランダ用の水耕栽培容器が完成しました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。